こんにちは、まること P さんです。今回は関西万博へ行ってきた様子の後撮り解説付きリポート動画になります。最近で言うと、実は第1子を授かることができまして、ただいま妊娠中期に。体調がかなり安定してきたので、気分転換がてらに散歩するという目的と、前売りチケットを購入済みだったので、関西万博に行こうということで行ってきました。妊婦の私が万博に行くにあたってテーマを2つ考えていて、1つ目は歩行数を1万歩以内に収めたい、2つ目がはしゃぎすぎないこと。関西万博のリポートを見ていると 2,3 万歩歩いたという人がほとんどだったのですが、つわりの時期が本当に辛くてほとんど外に出ていなかったので、かなり体力が低下しています。なので体調面も考えて1万歩以内を目標にしました。結論から言うと、約6時間の万博滞在で5つのパビリオンに入り、半分くらいのエリアを回ったんですが、家を出て約9900歩の歩数で帰宅することができました。達成できた具体的な方法としては、パーク&ライドを活用する、パビリオンの優先レーンを使わせていただくなどがあるのかなと思います。そんな私たちが行ってきた様子を共有できたらと思って、私の後撮り解説付きで動画を作成しました。万博に興味があるけど体力に心配だったり、妊婦さんやお子さん連れの方にもおすすめできる回り方だと思います。では万博に向かう道中から紹介していきたいと思いますので、どうぞ。まずは堺のパーク&ライド駐車場に向かっている様子です。私たちは三宝インターで降りて、下道で10分かからないくらいで到着しました。ネットには15分くらいって書いてたと思います。経路の看板は少なめだったので、しっかりナビ入れていった方がいいかなと思います。警備員さんが誘導してくれました。事前に車のナンバーを登録してるから、ゲートで手続きなどは不要です。めちゃめちゃスムーズに入れました。車両ナンバー事前登録済みっていうことはこういうことか。だいたい200台くらい止まっている様子だったので、まだまだ余裕ありという感じでした。よし、到着した。車を降りてシャトルバス乗り場へ。警備員さんに QR コードを見せて乗車。はい、2名様。はい、ゆっくりでどうぞ。9時台だったので5分間隔で運行している感じで、乗車率は半分くらいでした。ちなみに駐車場内に仮設トイレあり、中は綺麗で清掃も常にしてくれてる感じだけど、ウォシュレットはついてませんでした。バリアフリートイレがあって、そこは見てないんですけど、もしかしたらそちらはついてるかもしれません。帰る頃やったら、帰る目処立ったらと思う。ちなみになんですけど、今回弾丸で2日前に万博に行くことが決まったので、事前予約を取得できていません。で、事前予約は2ヶ月前、7日前、3日前っていうのがあるんですけども、全くその辺はできてないので、もう今回弾丸っていう感じになってます。で、ちなみに、マルピーチャンネルのところで、猫ちゃん用フーディーポンチョの告知をして、そこでちょっともうストップしていたんですけれども、現在改めて準備をしております。ちょうどですね、告知したタイミングでつわりが絶好調にやってきまして、そこでちょっと止まってしまったので、猫ちゃん用のフーディーポンチョの件はもう少しだけ待っていただければ幸いです。乗車してから下道をちょっとだけ走ってすぐに高速へ。私が乗ったバスは結構周り子供連れとか赤ちゃんも結構多くて、みんなワクワクしてる感じですごい可愛かったです。
途中で大屋根リングが見えてきて、おーっていう感じですね。反対側の席座ればよかったってちょっと後悔してる頃です。道が混んでた影響もあってだいたい45分くらいかかりました。西ゲートの停留所、団体とか学生さんの停留所は結構奥の方で歩くの距離結構大変そうやなと思いました。パーク&ライドのところはもうちょっとゲート寄りでした。無事に到着して下車。ゲートへはまっすぐ行って左へお進みください。お帰りの際は A の7へお戻りください。 A の7。また帰るときは同じところの停留所に来てくださいっていうアナウンスがあったので忘れないように写メ撮っときました。帰りのバス予約はだいたい1時間前にっていうのを書いてたので聞いたんですけど、5分おきにバスが来るっぽくてすぐに乗れるよっていうことで、予約しないといけないですよ。20時台でなければ予約は不要っていう風に言われました。16時頃に帰りのバスに乗ったんですけど、予約なしでもすぐに乗車して出発しました。はい、それでありがとうございます。行ってきます。すごー。パーク&ライドの優先入場口が5月24日の土曜日からできたそうで、そこに向かってます。パーク&ライド駐車場をご利用のお客様は優先入場口ございます。乗車券ご準備いただきまして、真ん中のあたりに優先入場口ございます。一応スタッフさんにも確認。すいません。パーク&ライドで来たんですけど、これ持ってたらいいですか？11時でもいいですか？パーク&ライド駐車場ご利用の方の専用入り口で。警備員さんに QR コードを見せてスムーズに通れました。してもらったら、はい、2名様どうぞ。優先入場は9時、10時、11時入場の人たちのみで、12時入場の人はまだ案内されてない感じでした。ということで西ゲートに到着。バスの停留所からだいたい10分くらい歩きました。入場したみたい。はい、入場しました。早っ。今だって10時40分。入場までまだちょっと時間があったので、そこで待機かと思いきやそのままスーッと入場できてしまいました。ゲート前に手荷物検査があって空港の保安検査的な流れでした。その後すぐに入場チケットのバーコードを機械に読み込んでそのままゲートインという流れでした。本当に待ち時間なしでノンストップで入場できて感動しました。パーク&ライド専用の優先入り口ができてからなのか本当にめちゃくちゃスムーズでした。後から知ったんですけど、パーク&ライド駐車場利用者については西ゲート入場予約10時台の方と11時台の方は1時間前の時間帯に並ぶ等の優先入場ができるそうです。ということで無事入場できたので早速パビリオンに。歩行距離も考えて一番近いパビリオンを目指しました。貝殻のセンターにアトムがいるパソナパビリオン。下調べではパソナは優先レーンがあるっていうことだったので探したところ、これか。一般レーンのすぐ横に優先レーンがあったので並びました。前に8、9組ぐらい並んでたと思うけど、だいたい15分くらい待って中に入れたと思います。ネタバレなんで。ネタバレあんまりある。雰囲気がふわっと。パソナは人気のパビリオンなだけあって中も割と混雑してました。特に実際に振動する iPS 細胞の心臓のモデルを展示しているところは見るのにも結構時間がかかるほどでした。他にも体の状態に合わせて最適な睡眠環境を提供する眠りの体験みたいなのもあったんですけど、それは完全予約制で今日の分は完売してました。パビリオン内のショップにはアトムとかブラックジャックのコラボの商品限定グッズが販売されてて、多分ここしか置いてないのかなと思うんですけど、どれも可愛かったです。買えばよかったなと。スカジャン7万円ぐらいしてたけど、パビリオン内
は座る場所とかはちょっと見つけれなくって人も混雑していたので、もう少しお腹が大きい状態だったらちょっとだけしんどかったかなと思いました。さあ次どうしますか？次、お腹すいたな。お腹が減ってきたので早速食事タイム。あ、早くみゃ。ご飯屋さんを考えて歩いていたらミャクさんに遭遇。とりあえず写真撮っときました。ミャクさんと吉本のコラボ。リングすごいね。でっか。大屋根リングも近くで見るとさらに迫力ありました。歩き出してから10分ぐらいですかね。明らかに食べ物屋さんっぽい見た目の建物。これは宴っていうお店みたいです。食べれるとこないんか。中でご飯食べれるんですか？テイクアウトだけ。ああ、フードコートこっち。黒いビルです。黒いビル。あ、わかりました。ありがとうございます。すいません。フードコートに行こうとしたんですけど、めちゃくちゃ混んでるやろなということでテイクアウトすることに。テイクアウトのお店も探せばいろいろありそうやけど、ここは体力温存ということで近場を選択。とにかく今回は歩かないを念頭に。入ったらそのまま2階に誘導されたので上がりました。でその2階はフードコートじゃなくって展示とか体験できるスペースっぽかったです。うどん打ち教室とかお好み焼き体験がありました。子供とか外国人の方に人気そう。もちろん本日の体験は全部満席でした。1階のお店に降りてきて食べやすそうな包みピザを選びました。2個セットで1000円。万博はすべてキャッシュレス決済らしくて現金は使えないという風に聞きました。キャッシュレスはほぼどれでも対応できるらしいです。12時前のお昼時だったけど空いていたこともあってすぐに購入できました。他のお店ではサンドイッチとかおにぎり屋さんもあったけどどこも列はほとんどなかったんで結構穴場かも。大屋根リングの下で軽く昼食。日陰になってるし風が吹き抜けてすごい涼しかったです。みんなテイクアウトしたご飯や持参したお弁当を大屋根リングの下で食べてました。お昼時なんでやっぱり混雑はしてたけど椅子の量もかなりあるので少し探したりちょっと待てば席が空く見つかるっていう感じです。私たちはミニ椅子を持って行ってたのでそれも使ってすぐに座ることができました。包みピザ結構美味しかったです。12時になったらガンダムの当日券を予約できるっていうのを聞いたので調べてチャレンジ待ち。12時ぴったりに調整しましたがしっかり敗北。アクセスが集中するのかスマホも本当重たくてもたもたしているうちにダメでした。残念。いやーむず。他の方も言ってるけど当日予約はもう取れたらラッキーぐらいで思っておくのが良さそうかなと思いました。気を取り直して次の目的地のイタリアパビリオンへ。宴のフードコートから歩いて10分ぐらいでイタリアパビリオンに到着。優先レーンについて聞いたところ優先レーンはあるけどそれでも 3,40 分待ってもらうかもしれないとのこと。体調のことも気遣ってくれました。相談した結果そのまま優先レーンで待たせてもらうことにしました。じゃあすいません、はいお願いします。また気候も涼しめだったのもあるけど持参した椅子と日傘が活躍してくれました。だいたい30分ぐらいで入場。イタリアは今日見たパビリオンの中で一番見応えがありました。特にファルネーゼのアトラスの大理石の彫刻は日本初公開の作品らしくって昔教科書とかで見たことある気がするけど間近で見れて迫力がありました。
他にもレオナルド・ダ・ヴィンチの直筆の展示とかもあって、芸術に詳しくない私でもなんか圧倒されました。これが日本に来るだけでも万博開催した意味があるみたいな感じで言われてるそうです。すごい。あと屋上に上がるとイタリア式の庭園みたいなのも作られてあって、パビリオン内にレストランもありました。イタリア18州の郷土料理が週替わりで提供されてるみたいで、中もすごくおしゃれでした。はい、よかった。よかった、イタリア感。イタリア版よかった。これみんな並ぶわ、こりゃ。答えが見事や。めっちゃあった。再び大屋根リンゴの下に入って休憩。今4107歩あるんで、1時間に1000歩ずつぐらいかなは歩いてて、この1万歩以内に抑えるっていう話だったけど、このヤバさっていうのはこれこんだけあって、まだここからここが入場ゲートやねんけど、ここ入ってきて、でこのパソナ行って、で今ここでご飯食べたの、ここでご飯食べて、このイタリア館行って、ここの3カ所しか行ってない中での4000歩事前の調べでは緑のエリアにある中国、クウェート、フランスが人気で優先レーンがあるかもしれないとのことでマークしてたんですけど、ここまで歩けるのかっていう相談中です。T さんはタイとかサウジアラビアも行きたい様子。あと当日予約は常にチェックしてたら定期的に枠が空くけど定員が1名だったりして2名ではもうほぼ取れないっていう感じですね。やっぱり朝一9時入場で当日予約を取るしかなさそうでした。お、ドーブル。とりあえずエンパワーリングゾーンにパビリオンの混み具合を確認しに行くことに。セーピングゾーン、シグネチャーゾーンを抜けてこのルートで進みました。事前調べでは予約不要で空いていてすぐに入れると言われてました。コモンズ館 D、E の前を通ったんですけど、コモンズ館 D は入場規制がかかってて並ぶことができない状態で、コモンズ E は2時間待ちの状態でした。シグニチャーエリア15分ごとに霧が出ます。だいたい15分弱歩いて中国パビリオンとクウェートパビリオンに。中国で優先レーンについて聞いたら警備の人に中に通してもらいました。待ち時間はほぼなかったです。外壁にいろいろな書体で文字が刻まれている建物の中国パビリオン。竹を主要素材として使用しているみたいです。外からはあんまりわからなかったけど中めちゃくちゃ広かったです。海外パビリオンの中では一番大きい建物らしいです。反対側見る。受付でもらったパンダのしおりに QR コードがついてて日本語での音声ガイドがありました。聞いてたんですけど結構内容難しくてあんまり理解できへんかったです。中が広い分シアターみたいなところで休憩できるのがすごい良かったです。涼しいし最高でした。そこで流れてる中国の一日みたいな動画もすごい作り込まれていて良かったです。パンダマスト5万。7万2800円。限界くらい。お隣のクウェートも優先レーンを使わせていただきました。ここまで道中持ってない。数分待って入場。Thank you. Okay, thank you. クウェートはネットの下調べでも人気のパビリオンっていう風に聞いてたんですごい楽しみにしてました。クウェートの文化や歴史を没入型で体験していく展示でした。砂に触れたり香りの体験だったりただ見るだけの展示じゃないからお子さんとかはすごい楽しく学べそう。やっぱり館内もファミリーが多かった気がします。2階から1階へつながる滑り台とかもあった。
やりたかったけど今回は断念しました。今回は覇者がない。猫ちゃん、猫さん。スタッフさんもみんな笑顔で話しかけてくれて、人気なパビリオンな理由が知れました。クベート横にあるテイクアウト専門店でソフトクリームを購入。他にもクッキーとかケーキ、飲み物とか売ってました。はいはい、なるほど。1250円のソフトクリーム、 1250円アイスクリームです。4ついけたよ。近くのベンチに座って食べました。パビリオンな。どうしてもすぐに疲れちゃうので、いろんな箇所にベンチが設置されていて、すぐに座れるのは本当に助かりました。美味しい。この時がだいたい14時半くらいで、一番日差しきつかったかなと思います。半袖でちょうどいいレベル。ソフトクリームの味もすごい美味しかったです。休憩後はオーストラリア、スイス、コロンビアを抜けてポルトガルパビリオンへ。ここも優先レーンを使わせてもらって数分で入場できました。外観がまた印象的で、たくさんのロープが吊るされていた建物。これは海の色とか波を表現しているらしいです。テーマは海洋で、ポルトガルの海洋国家としての歴史を展示とか映像を見て学べました。中は結構静かな感じで、じっくりゆっくり展示を見られるっていう感じでした。全体的に照明も暗めな印象なので、足元には注意した方がいいかも。撮るときにどうやった？ポルトガル。メッセージ性高かった。高かったな。じゃあとりあえず大屋根リング行ってみる。ポルトガルを出たら時間はだいたい15時前でした。そろそろ体力的にも無理はしないようにっていうことだったので、大屋根リングのエスカレーターを登ってリングの上を歩きながら出口のある西口ゲートへ向かうことに。あの色味ファンファンファ西やばい、西やばン。うわ、お前飛んでる。ゆすりたい。噂の。大屋根リングの上から見る景色はまた地上とは違っていい眺めでした。大屋根リング上をちょっと歩いてます。海沿いだったので日差しはあるものの、風もあって涼しくて快適に歩けました。涼しい。ぼちぼち歩いてたらちょうど水上ショーが始まったので、リングの上から観覧。音楽に合わせていろんな形に上がる水がすんごい綺麗でした。水上ショー。ここは大屋根リングの下ですね。無人バスが走っている道です。下はやっぱり人間歩かれへん。車だけだ。P さんはこの大屋根リングの構造に感動してました。どの国のパビリオンも建物が本当に個性的で、中に入れなくても外から見てるだけでも楽しいなっていう感じでした。そうこうしていたら西ゲートのエスカレーターまで到着。大屋根リング3分の1周くらいの距離、私のペースなんですけど、ゆっくり歩いて25分くらいかかりました。火曜日でこれやから。火曜日の3時15分ぐらい。持ってきていたおにぎりを
大屋根リングの下で食べて、出口のある西ゲートへ向かいました。この時間帯、だいたい15時半くらいだと、リングの下の椅子もかなり空きがあって、どこでも座れる感じでした。行って帰る。吉本を越えて西ゲートマーケットプレイスに。なるほどね。車椅子。これあれやばい。とにかくお土産の列がやばかったです。16時前で200人以上並んでいたかなって感じでした。スタッフさんに尋ねたところ、ここの近鉄のショップより隣にある JR のショップの方が待ち列が少ないとのこと。近鉄の方が品揃えが豊富っていう風に言ってました。列の進みは近鉄の方が早そうやったんですけど、とりあえず JR のショップへ。待ち時間はだいたい10分15分くらいでした。中はやっぱり混雑。ぬいぐるみとかお菓子とかミャクさんのグッズがたくさん売ってました。JR のお店だからか、鴨の橋のイポちゃんとのコラボ商品も多かったです。お値段はぬいぐるみ系はやっぱそれなりにっていう感じでした。ユニバとかディズニーみたいな価格設定。他にもショップが並んでいて、大阪グッズとかたくさん置いてました。この辺りは全く混んでなくてすぐに入れました。はい、ということで、じゃん、お土産買いました。お土産も無事に買えたので、西ゲートより開園。帰りは駅と違って QR コードとか手荷物検査はなし。金属探知機みたいなのゲートだけくぐりました。で、左側に再入場できるゲートもありました。ちょうど4時頃だったので、学生さんたちも一気に帰っていくっていう感じでした。はじめに下車した堺のパーク&ライド駐車場行きのバス停まで再び歩きました。この時間帯だからかバスは本当にガラガラで3組ぐらいかな。で、乗ってすぐに出発。西ゲートからバス停までは約10分くらい歩くので、その分も考慮して体力を残していくことをお勧めします。じゃん、9114歩。おー、耐えた。耐えました。ここあれやろ、大屋根リング歩いてとかかな。やっぱりこの時間が3時ぐらい、3時のあれや、3時の水上ショー。はいはいはい。ここでちょっとグッと増えましたが、なんとか耐えましたね。17時に堺のパーク&ライドの駐車場に到着しました。はい、じゃあ着きました。帰ってきました。駐車場を出るときは手続きとかは一切なしで、そのまま駐車場を出たっていう感じでした。ざっくり1日をまとめるとこんな感じで、今回のまとめになるんですけど、万博に行って良かったです。各パビリオンも良かったんですが、大屋根リングの壮大さや万博の雰囲気を味わえて、あっという間の1日でした。目標にしていた歩行数を1万歩以内に収めることと、はしゃぎすぎないこと、この2点も達成できたと思います。こまめに休憩を挟んだおかげで、無事に1日乗り切ることができました。目標を達成するために考えていたパーク&ライドを活用すると、優先レーンを使わせていただくが功を奏したと思います。一つ目のパーク&ライドを活用したことについてなんですけども、電車の移動だと乗り換えなどでなんだかんだ歩行数が増加すると思いますが、車とバスの移動のおかげで歩行数をかなり抑えることができました。また5月24日から始まったパーク&ライド利用者の優先入場のおかげで
ゲート入場前に並ばず入れたのが体力温存につながったと思います。あと高いと言われていた利用料金は ETC 割の適用後は5000円だったのですが、高速代とガソリン代を合わせて8000円くらいで、今私たちの住んでいる和歌山から電車で移動したとしても2人でだいたい5000円くらいするので3000円ほど割高でしたが、料金以上にメリットを感じることができました。あと2つ目の優先レーンがありがたすぎたことについてなんですが、暑い中並んでる方には本当に申し訳なかったんですけど、この優先レーンがなかったらパビリオンはだいたい 1,2 箇所くらいしか行くことができなかったと思います。これらのおかげでサクッと回ることができて、滞在時間も6時間に抑えることができました。今回は約3分の1のエリアでしたが、5つのパビリオンを約6時間で回ることができました。また概要欄に私たちが回ったタイムスケジュールと持ち物について記載しているので、よかったら参考にしてみてください。ちなみに今回のリポートは5月27日の様子ですので、日々万博の情報が変わっていると思います。最新の情報はご自身でチェックするようにしてもらえたらと思います。本当に2日前に行くことが決まって予約も全然なしでしたが、工夫次第で妊婦の私でも無理なく快適に回ることができたので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。普段は猫との暮らしや DIY をしていますので、よければチャンネル登録もよろしくお願いします。ではご視聴いただきありがとうございました。